韓国から来たユンデウと申します。去年7月から来ました。漢字です。漢字が一番難しかったんです。勉強法は、とりあえず自分が一番弱いところが何かちゃんと把握して弱い部分を勉強することが大事だと思います。私の場合は都会が毎日点数が悪くて、この都会中心に勉強しました。勉強中に知らない単語があれば紙に書いておいて、例えばトイレ行ったり仕事中に時間があれば出してよく見つけました。もう学校でいろいろなテストがあるから、学校でテストをもらって把握して、私はいつもこの部分が弱いんだねとちゃんと把握して、この弱い部分準備したらいい結果が来ると思います。リスニングはやっぱり日本のドラマとかアニメがいいだと思います。でも私の場合はアルバイトとかで日本人と対話したり、もう学校で先生といっぱい対話したり、これが役に立っていました。東京や福岡行ったことあります。けど札幌が一番気に入って今ここで住んでいます。美味しいものも多いし、綺麗なところも多いし、みんな優しくていいんですよ。関西地方はやっぱり、ちょっと難しいです。そうだよね。教科書の日本語とちょっと違います。ちょっとたくさん違う札幌は結構東京と似てますから、標準語に近いと思います。札幌はあんまり北海道弁とかあんまり使わないから、教科書の内容と同じだと思います。カリキュラムが充実しているから、先生を信じて続ければいい結果が来ると思います。先生みんな遅い時間まで私たちの合格のために授業準備したり材料準備したり頑張っているから、先生を信じてついていけばいい結果が来ると思います。これからの目標は園に合格することと、札幌でずっと住むようになることです。学校の先生を信じて勉強を続けたらいいと思います。自分の国の友達より他の国の人と仲良くした方がいいと思います。勉強は毎日するのが大事だと思います。一緒に頑張りましょう。以上です。私はアディカリ・マダンと申します。出身はネパールです。去年の7月に日本に参りました。現在が札幌ランゲージセンターで日本語を勉強しております。読解と10回は難しかった。今回の試験に向けて読解の経験を皆様にお話しさせていただきたいと思います。で、読解はなんで読解に皆様の難しかったと思うのが、読解で時間が足りなくてみんな最後まで続かないと思います。で、一番大切なことなんだと時間の整理だと思います。ちゃんと時間の整理しないと全部問題を解決できないので、文法より読解ので時間ちょっと使った方がいいと思います。で、文法が分からなかったらスキップしても構わないと思います。で、読解はもともと点数取れるのが読解だから、読解でちょっと皆様と頑張ってくださいと思います。私が作ったものなんですけど、私は3週。それはね、私が作ったものなんですけど、いつも復習、練習、予習。それを私をちゃんとやっています。
それ皆様のそれやると多分できると思います。何でも。練習はどんなメニューですか？でまだ復習していろんな漢字の書き方をいっぱい練習したりとか勉強した言葉を会話で使ってみたりそういうふうな練習、はい、漢字苦手な人が多いんですけど、どうやって漢字勉強してますか？もし漢字だけ書いて漢字の意味はできれば日本語で説明して書いたら漢字の読み方は書かずに意味書いた方がそれでも漢字よく覚えるようになると思います。どうやって聴解と読解の勉強してますか？で読解はもちろんいっぱい読むことです。いっぱい読んだり新聞とかまた毎日のニュースを読んだりも読解はできるようになると思います。でまたチェック会なんですけど、チェック会はもちろん聞くことなんだ、聞く問題だからいっぱい聞くことですけれども、チェック会のJRPT のチェック会でよく出ることは類義語よく出るんですね。類義語ことを合わせて勉強したチェック会の問題が解決できると思います。例えばですけど、チェック会で今日は出たらその関して問題は本日そんな類義語がよく出ますね。とても素晴らしかったです。この学校で入って実際に私の将来を実現できると思いました。日本の生活についてももっと教えてくださいましたので、そんな勉強のきっかけはもちろんその以外のところないと思います。で私は今年 JRPT のアンサーの合格しました。私はそれで満足することなく一応合格を目指しています。もうすぐ JRPT の試験だから一生懸命精一杯の頑張っています。皆様の JRPT のために一生懸命頑張ってください。